こんにちは、枠内明です。いや、実はね、ちょっと緊急にと申しますか、緊急ですよ。サンドウィッチマンっていうグループが、二人組の漫才をやる方々がいらっしゃいますよね。昨晩ね、家に戻りましたらね、妻が NHK のプロフェッショナルっていう番組をかけてまして、見た顔がテレビ上にあるなっていうくらいでした。要するにね、恥ずかしながらサンドウィッチマンっていうグループを知らなかったんですよ。で、知らないって呆れ返られましたよ。まあ、さもありなんていう顔もしてましたけれどね。いや、それがね、びっくりですよ。顔はね、バラバラにどっかあるんですけれども、それが漫才師で、二人が一緒であるっていう認識っていうか、イメージがなかったんですよね。でもね、プロフェッショナルみたいな番組で、なぜその漫才の方々を取り上げるのか、自分には瞬間意味がわからなくて大きなクエスチョンでした。それを妻が見てるというのも妙な話だなと思って、椅子に座ってちょっと見たところですよ。漫才師らしからぬ顔つきですよ。らしからぬっていうと妙ですけれどね、と場合によっては語弊がありますが。というのは、これはいわゆる芸を見せるという番組ではなかったんですよね。だから、彼らが真面目な顔をしているのが映っていって何も不思議はないのですけれども、考えてみればそうなんですけれども、そういうものを見るという習慣がちょっと自分にはないっていうか、意外だったものですから、言葉を失いまして、かといってチャンネルを変えろとも言えないですから、そのまま見ていたんですけれども、すぐに状況が変わりました。その昔、トニー・タニーってご存知ですか？聞いたことがあるかもしれませんね。1950年代の初め頃にね、絶大な人気を誇ったんですよ。まあ、テレビの時代の前ですけれども。彼はお笑いの人でした。自分はまだ小さかったんでよくわからなかったけれども、誰でもが知っている名前で、夢中になっていたような気がいたします。しかし、お子さんが誘拐されまして、誘拐された時にはもうトニー・タニーの人気が下降気味であったという説もありますけれども、そういう話ではなくて、ともかく誘拐されたことによって、トニー・タニーの過去がいろいろと暴かれ、誘拐された、助かったんですよ、お子さんは。助かったんですけれども、その顔、表情というのは新聞でしょうかしら。これまでに見たことがないようなトニー・タニーさんの映像というか写真でありました。今もおかしな写真ばっかりでしたからね。おかげで、しかし、お笑いの方が、これは個人でやってましたけれども、過去は暴かれて、しかしながら、マスコミというのは、トニーさんがどんな人だったのかということに、やっぱり焦点を当ててて、誘拐じゃないんですよ。人柄まで、人生までは全部分かっちゃって。っていうか、暴かれて。人気は下降ですね。大下降ですよ。それ以来、彼が復帰したのは短かったけれども、何年もかかったんじゃないですか。短かったけれどね。そのことがありますから、自分の中では、人に笑いを取る人は、真面目な顔を見せてはいけないんだと思いました。しかし、自分の子供が誘拐されてるんですからね、笑ってなんかいられませんよ。マスコミも余計なことをしたもんだとは思いますけれども、自分が小さい頃の記憶ですし、それ以上のことは言えないのであります。その意味で、お笑いの人だと妻がテレビを見て昨晩言いました。お笑いの方がこんな真面目な顔しててどうすんのよと思ったら、彼ら仙台というか福島というか東北の出身の方々だそうで、すごい苦労したんだって妻が言いました。そんなことも知らないんですよ。何も。もう本当に恥ずかしい話であります。さて、それはいいとしてもですね、次に映った画面が、私が目にした画面は、津波の画面でした。自分の出身地全体がですよ、東北全体が
あれ、苦しめられたわけでしょ、東日本大震災の話です。3.11。取材でっていうか、番組で、訪れていたそうです。その場面を見てですね、この方々が真面目な顔をしているのが腑に落ちましたのと、その時に語られた二人の言葉の数々が、いやー、胸をつく立派な方々です。立派なって言うしかないようなお話でありました。で、自分たちの時代ですが、そうですね。まあ、大体年代的には、まあ、小学生だったわけだけれども、コロンビアトップライトというのは、東京では漫才師として一流と言われてました。ご存知ないかもしれないですね。ただ、ラジオから聞いててですね、二人のまあ、芸っていうのは、まあ、政治絡みの話なんかも随分ありましたから、自分としてはあんまり、と思うところもあったんですけれど、笑えたんですよね。林家三平さんなんかもその時、出てたような気がいたします。その時代の方だというです。しかし、テレビの時代、全盛期になってからは、言葉で笑わせるよりも、やっぱり仕草でどつき漫才みたいな問題ですね。どつきではなくて言葉で聞かせるという、笑わせるという、まあそういうのを芸と言いたいけどね。その芸が乏しくなったような気がいたします。ところがですよ、その真面目な番組、昨日昨晩の番組の中で、真面目な顔をして素晴らしい発言をされているお二人も漫才師のね、芸を持ってる。本物の芸を持ってるっていう意味でですよ。思わず笑ってしまうようなことをパッとおっしゃるんですよ。あるいはそういう行動をされるんですね。もう舌を巻きました。本物の芸を身につけられてる。こういう人がいたんだ。人気絶頂なのはもう合点がいくなっていうふうに思いましたです。まあ自分らはここにおらず東京で仕事をする人間になっているから、お前らが帰ってくるのは東北にやってくるのは人気取りのためだろうとかいう人もあったようでありますし、それからすぐに義援金の募集などの行動に立ち上がった2人ですけれども、それだって売名行為ではないかというような、その非難というか、評価もあったようですけれども、それを意に介せず、突き進んだというお話でありますが、よくわかります。まあ何をしてもですね、売名行為って言われたりすることを逃れるわけにはいかんですね。まあ言った人々に、考えてほしいとは思うんですけれども、ここで言えるのは、あの人たちはこういう深刻な事態に陥っている東北の方々に対して笑いを提供するとは何かという深刻な問題を提起されたわけです。そのことについて僕は思うに、昔って言っちゃおかしいけど、笑いの大学という、びっくりしましたね。三谷幸喜さんの脚本ですか。この映画ですけれども、要するにこの辛い時代において、戦前ですね、三谷さんの書いた笑いとは何ぞやということについて、やっぱりその笑いを検閲するその役人との、まあ、薬師浩二さんが役人をやるんですけれど、やり取りを通じて人間というものを深く描っていくという優れた作品でありますし、まあ、私たちも憤りを抑えたり、大いに笑ったりしながら、この映画を楽しんだわけでありますけど、実はかなり本質的な問題も含んでおります。やっぱり戦前ですと、226事件っていうのがありましたけれど、柳家小さん師匠がね、226事件に現場にいらっしゃって、そして落語家だっていうんで、仲間たちから、おい、落語やってくれって言われたとかね。まあちょっと古いっていうか、知識的な話になるんだけれども、イギリスでシェイクスピア亡くなったとですよ。ピューリタン革命っていうのはありましてね。正教徒革命っていうのは。エリザベス女王の時代ですよ。第一代の。劇場など全部
潰されて、笑いとかなんとか、ダンスもダメですよ。いや、もうそういう時代もピューレタン革命で経験してるんですね。つまり、権力者の中には、あるいは政治体制の中には、健康な笑いとか、皮肉な笑いとか、笑いなら何でもいいと言えばいいんですけれど、いうものを禁ずる。飲食店もそうかもしれませんね、今は。随分、やり玉に上がってますけれども。そういうものが、笑いというものが、果たして不謹慎なものである。平和な時代のみのものであると言えるのかどうか。みんなが苦しんだり、東日本大震災の場合には、苦しみどころか、近親者が亡くなっているわけです。街中が廃墟とかしてるんです。そういう中での笑いとは何かということ。これを考えさせられますでしょう。私の結論、笑いはいつの世でも必要だということであります。それについては皆さんどう思いますか？当然、葬式の場でゲラゲラ笑うような人はおりません。そのことを踏まえた上で申し上げるんですけどね。笑いを禁じ、飲食を禁じてしまうような社会にはしたくないものでありますね。以上でございます。